いや、1時間半遅れて到着です。ただちょうど夜景を見に行く予定なので、日暮れは6時50分、ちょうどいいかもしれないです。はい、今回もサテライトじゃなくてメインターミナルに来るときと同じように到着ですね。さて、ビザフリー入国できるかな。1月に深セン経由でロンドンに帰ったとき、ビザフリートランジットでの入国失敗してます。中国何が起こるか分かりません。さて今回は入れるでしょうか。上海プードン空港ターミナル1到着すると、乗り換えにしても入国にしても必ずここにやってきます。乗り換えなら左、そして外国人団体ビザフリートランジットは右です。24 to 144 hour トランジットエリアというやつですね。この奥です。去年11月ビザフリーで入国した時と微妙に流れが変わってます。昔はこの突き当たりに出入国カードがあって、自分で勝手に記入してカウンターへ向かったんですが、現在この矢印のところに係員がいて、彼から出入国用カードをもらい、奥にある指紋用機械でパスポートをスキャンして、準備ができたら奥のカウンターへ彼が通してくれます。11月には1個しかなかったカウンターが今回は4つほど空いてました。深センとは大違い、とってもスムーズにあっという間に入国です。上海ではビザフリートランジット利用者が多いのか、完全に受け入れ体制が整った感じです。はい、一旦止められてちょっとドキッとしましたが、ビザもらいました。ただいま5時27分。はい、それではマグレブに乗ってユーガーデンへ行きたいと思います。思い出した。プードン国際空港はターミナル1と2のちょうど真ん中にマグレブと地下鉄の駅があります。はい、地下鉄の駅とマグレブの駅、前回空いてなかったこんなお店も開いてて、ちょっと賑やかになってますね。反対側がターミナル2、こちら地下鉄の入り口、そしてこっち側がマグレブです。マグレブチケットセンター。上海から戻ってくる時のマグレブの最終が9時40分ということで、結局この間と同じ片道だけマグレブ、帰りは地下鉄できるということで、85、はい、地下鉄乗り放題付きのこのチケット買いました。勘違いです。85元のチケットは往復マグレブプラス地下鉄乗り放題券です。今日は羽田発1時の飛行機が1時45分出発ってなったんですが、結局搭乗し終えたのが2時過ぎ、それで飛行機が出たのがちょうど3時ぐらいでした。時差が1時間あるので、到着したのが5時頃でしたっけ。そして、現在5時43分。マグレブのチケットを買ってマグレブが来るのを待ってます。途中2号線に乗り換えて、南京なんとか大通りに行って乗り換えて、そしてユーガーデンへ向かい、元祖小籠包発祥の地といわれるレストランで小籠包を食べたいなと思ってます。
時間帯かもしれませんが、前回来た時よりも随分人がいますね。前回マグロガラガラです。ほとんど誰も乗ってなかったんですけど。鉄道女子かな。去年の11月に乗ってるんで初回ほどの感動はありませんが、それでもやっぱりワクワクします。さらに面白い走り方の鉄道女子がやってきてます。いや、乗ってる。結構いっぱい。哎，你不要爬，你就这样。中国人の団体旅行者っぽいですね。中国人はまだまだ国内旅行だけで海外にはあんまり出てないみたいですが、そろそろ復活し始めそうな気配です。到着した時は前の方が出口に近いんですが、今回は一番後ろに乗っています。お、音がした。もうそろそろですね。おお。いつの間にか上がってたんですね。残念ながら常時最高速度は300キロです。とはいえ空港と街の中心部を結ぶ地下鉄2号線ロンヤンロード駅まで乗ってる時間はたったの 7,8 分。もっと乗ってたい気もするんですが、あっという間に終点ロンヤンルーチャンに到着です。こっち開かないの？え？開かないじゃん。一番最後の扉開きません。気をつけてください。静岡県知事が辞任したそうですが、早く日本のリニアモーターカー乗りたいです。それまで生きてますように。ここでプードン空港と上海町の中心部を結ぶ2号線に乗り換えます。ここから空港までは乗ってるだけでも45分かかりますから、やはりリニアモーターカー早いです。便利。上海にはディズニーランドもありますし、マック、ケンタッキー、スターバックス、アメリカ大好きです。地下鉄2号線はプードン空港行きかそうじゃない方に乗ればいいので非常に分かりやすいです。ここから5駅南京トンルーチャン、南京トンロ駅、そこで10号線に乗り換え1駅遊園チャン4円駅で降ります。そこで遊園シャンチョンのイルミネーションを見学し小籠包を食べて川沿いを歩いてワイタンへ向かい、川沿いのイルミネーションを見学した後2号線南京トンルーチャンから乗り換えなし1本で空港へ戻るという計画です。遊園駅なんかちょっとおしゃれっぽいです。中国は何でも新しいんで非常にモダンなデザインになってます。ライトがこれ時々変わって非常に綺麗になるようです。タイミングよーく暗くなってきてます。ユエンションチョンはどっちかな。ユーガーデン駅
7番出口から出たら、そうですね、7番出口から出たら真ん前がこれです。飛行機が1時間半遅れて、いやー時間あるかなーと思ってたんですが、早く着きすぎたら、こんな綺麗じゃなかったんでしょうね。はい、遊園シャンチョン、このゲート奥行ったところで間違いないようです。人の数はまだパラパラ、ちょっと早いんでしょうか。それにしてもライトアップされた楼閣が非常に綺麗です。さすが上海屈指の観光名所です。それではこれから小籠包のお店を探し、もし足りなければなんだかんだストリートフードみたいなのいろいろつまんでみたいと思います。早速美味しそうなものがたくさん並んでいるところにやってきました。小籠包のお店見つけるまで我慢できるかな。こちら湘南とか城って書いてますが読み方わかりませんが、 Google レンズしたらスナックシティと出てきました。いろんなものがつまめるところということでしょう。フードコートですね。外の人はまばらだったのに中はほぼ満席です。うわ、お腹空いてるんでよだれが出てきそうです。もともとは小さなお店がたくさん集まった商店街、それが国営企業として一つにまとめられた後に民間企業になったそうです。一番搾り、焼き鳥、中国でも日本食は人気みたいです。こういった露店を含めた飲食店もたくさんありますが、お土産を買いにやってくるのにももってこい。シルク、漢方、磁器、お茶、中国伝統工芸、そういったものを売ってるお店がたくさん集まっています。朝8時半頃から夜9時ぐらいまでお店は開いてるそうです。それでは商店街中心部へ入っていきます。うわ、ここに来ると完全にタイムスリップした感じです。上海に来たらやっぱりここ来ないといけないですね。いやー、ちょっと横道に入るとすごいですね。みんな写真撮って大変。すごいなー、こんなのがずっとついてんですね。すごいですよ。ところで小籠包の店どこなんでしょう。あ、これだ。南昌万灯店かな。これですね。ここはいつも並んでるらしいですけど、今日は空いてそうですね。ここ持ち帰りですね。美女がインスタ用の写真まで撮ってますよ。おお、みんな買ってこんな感じで食ってるんですね。まあやめてほしいですね、ゴディバ。すごいなぁ。你看打码，まあ綺麗だこと。池の真ん中の建物が有名なお茶屋さん、古神亭と書いて風神亭、創業1855年だそうです。そこと向かい合うように小籠包の店があります。超並んでるっていつも言ってるんですけど、並んでないですね。この店は1階がお持ち帰りテイクアウェイ、2階がセルフサービス、3階からがレストラン。
エリザベス2世をはじめ国賓級もみんな来てるお店だそうです。スティーンパンですよ。ああはい、来ました。はい、ウェイケーとやりました。お、今日はガラガラみたいですよ。いつも並んで入れないとか書いてあったんですけど、いやー全然英語が通じません。店員さんのお任せ、これとこれとこれを頼みました。はい、あとお茶はって言われたんですけど、お茶は頼まずビールで182円ですから、結構するんですけどね。いただきます。腹減った。支払いはもう注文と同時に、ペイペイじゃないわ、なんだっけ、アリペイでもないわ、まあいずれにしてもQR コードのやつで支払いました。182元、4000ぐらいですか。アリペイで支払いました。頼んだのはこれ、ポーク、エビとポーク、そしてポークとカニの小籠包6個ずつみたいなんで18個。まあ小籠包ちっちゃいから食べれるでしょ。これ頼むの忘れてました。いわゆるカニ味噌大籠包、ストローがついてくるそうです。皆さんは頼み忘れないように。本来大人数で来ていろいろ試したいところですね。お茶も結構いい値段するんですよね。お茶よりビールの方が全然安いです。ちょっと見つけたんですけど、何が何やらもさっぱりわかんない。とりあえずこのまんま食べてみましょう。うわっ、すごい、うまみがすごい。豚かな。中にスープがたっぷりです。プリプリのエビが入ってます。お腹いっぱい。小籠包18個はちょっと多すぎますが、とにかく美味しいんで全部片付けちゃいました。お腹いっぱいでした。ごちそうさま。ここが四円少女一番のインスタスポットみたいです。中国庭園に多い究極橋、ジグザグになった橋をちょっと渡ってみます。残念ながらお庭の方は夜は閉まってます。テイクアウェイ随分並びました。いやー、素晴らしい目の保養になりました。それでは徒歩でもう一つの上海の名所ワイタンへ向かいます。
4円から歩いてもすぐ来れるので、旗を掲げた添乗員またはガイドに引き連れられたグループもたくさん来てます。すごい人。走回去，走回来，然后我们上车的时候，我们地下停车场那边有洗手间，明白了吗，各位？怎么走回去，怎么走回来？9点钟，既然已经晚了，咱就无所谓了。行程。外の灘と書いてワイタンにやってきました。もうここはさっき言ったとことここが上海の2大観光地。昼間も綺麗ですけど夜は本当に綺麗ですね。外国人が住んだ河岸ということだそうです。はい、ということで、昔のヨーロッパ調の建物がこっち側に残っていて、反対側に同じな高層ビルが上海の象徴ですね。ここから上海一の歓楽街となる南京東路までは徒歩で約20分です。結構何社か出てるみたいですね。クルーズが人気です。後方高ナイトクルーズは50分で120元ですから約2500円。予約なしでも結構乗れるそうです。はい、ご覧ください。この人の数すごいです。週末じゃないです。平日木曜日の夜です。買い物できるわけでもなく飲食店があるわけでもなく、この夜景を見るために集まった人すごいですね。青い色のとんがった屋根の立派なビルが出てきましたが、あちらが東のロスチャイルドと言われたサスン家が持ってたピースホテルです。そこがちょうど南京東路の歩行者天国。ここが一番人が集まってくるところ。まだまだ続々とやってきてます。香港の夜景とちょっと似てますね。向こうはレーザーショーなんかもあって非常に綺麗です。ナポリの夜景はこれまた違った美しさがありますね。でも上海ユエン商場とワイタンの夜景、これは世界中どこにも勝るとも劣らない眺めです。トイレは無料ですけど、さすがに男性用並んでます。それでは上海一の歓楽街を歩いてみましょう。左のビルがサスン家が持ってたピースホテルです。そして南京東路歩行者街。日本でしたら銀座中央通り、ロンドンでしたらオックスフォード通り、ニューヨークでしたら5番街にあたる通りです。ユエン商場とワイタン見てなかったら、ここだけでも結構夜景を写真撮影に来る人が集まってくるんじゃないかと思います。去年の11月にやってきたフードコート、長蛇の列ができているコスパ最高のヌードルをここで食べたんですが、この時間空いてるかチェックしてみましょう。おー、まだやってるか。さすがにこの時間ガラガラですね。やってるやってる、まだやってます。最後にもう一発食っ
ていきたかったけど小籠包食べ過ぎでもう食べれません。はい、この真ん中のお店でございます。この時間はもう人がいないんで一人で営業してるみたいです。はい、そろそろ終わりかな。9時になろうかね。南京トンロー駅から地下鉄2号線に乗りました。マグレートの最終は9時40分ですからちょっと間に合いません。とはいえ乗り換えがありませんから約1時間で空港に到着です。为了您的健康，请佩戴口罩，不得在列车车厢内饮食。下一站终点站浦东国际机场。Next station is the terminal station, Pudong International Airport. 5時間弱で空港に戻ってきました。フライトは0時55分、チェックインもありませんし出国するだけ。ビザフリートランジットを利用しての上海夜景見学、楽勝でした。まだ結構お店開いてますね。ターミナル1でございます。なんかいっぱいこの時間いろんなとこ行くフライトありますね。まずは中国東方航空。豫園、ワイタン、南京トンロー、この3つで上海の夜景は世界最強です。